こんにちは、センター長の溝井純一です。重粒子線治療は治療患者数、その成績の観点から日本が世界に誇る最先端の放射線治療で、従来の放射線治療では治療が難しいがんに対する効果も期待されています。それでは大阪初となる重粒子線治療施設についてこれからご案内いたします。まずはじめに重粒子線治療についてご紹介しましょう。がんを克服するために今日までさまざまな治療法が開発されました。重粒子線治療はご覧のように放射線治療法の一つです。重粒子線治療は炭素イオンを加速器で高速のおよそ 70% まで加速し、がん病巣に狙いを絞って照射する最先端の放射線治療法です。このグラフは放射線の種類と体内における放射線の強さの変化を表した線量分布のグラフです。重粒子線や陽子線は体の表面では放射線量が弱く、がん病巣において放射線量がピークになる特性、ブラックピークを有しています。従来の放射線治療で使用される X 線やガンマ線は、がん病巣に対して体外から照射すると体の表面近くで放射線量が最大となり、それ以降は次第に減少していき、体の深いところにあるがん病巣に十分なダメージを与えることができず、がん病巣以外の正常細胞にもダメージを与えてしまいます。一方、重粒子線にはブラックピークがあるため、がん病巣をピンポイントで狙い撃ちすることができ、がん病巣にダメージを十分与えながら正常細胞へのダメージを最小限に抑えることが可能となるのです。これは陽子、水素と重粒子、炭素を比較した図です。炭素は陽子の12倍の質量があり、加速する粒子が重いほど作り出される粒子線の破壊力も大きくなります。重粒子線は陽子線よりもさらに線量集中性に優れ、がん病巣に対する殺傷効果が2から3倍大きいとされ、陽子線よりも照射回数を少なく、治療期間をより短くすることが可能となります。大阪府立成人病センターから名称も改め、2017年に新築移転した大阪国際がんセンターです。がんに特化したグローバルな病院を目指し、また最先端のがん治療を発信する病院として日々の医療が行われています。当センターでは隣接する大阪国際がんセンターと連携し、総合的ながん治療を行っていきます。それでは主なセンター内の機能をご紹介しましょう。建物はユニバーサルデザインを採用し、患者様や来院者の皆様に安心してご利用いただける施設としました。これは重粒子線治療装置の加速器です。この加速器は直径およそ17メートル、周長およそ57メートルの円形加速器です。炭素イオンを光の速さのおよそ 70% まで加速した重粒子線を3つの治療室まで送ります。ここは治療室です。最新の3次元スキャニング照射法にて治療を行います。この高精度の照射法は細い重粒子線で腫瘍を塗りつぶすように照射する新しい技術です。これにより腫瘍だけに高い線量を集中することができ、腫瘍の手前にある正常組織への線量を低く抑えることができるのです。動体追跡照射システムにより、肺など呼吸によって照射領域が動く場合でも重粒子線を高精度で照射します。
ここがその照射管理をするコントロールルームです。 CT や MRI を駆使して3次元的に眼病巣を正確に捉え徹底的に叩く、これが重粒子線治療です。それでは重粒子線で治療できるがんをご紹介しましょう。ご覧のように重粒子線は限局性の固形がんの治療に適しています。最後に重粒子線治療のメリットをまとめてご紹介しましょう。体を切らずに痛みもなく、高齢者にも優しい治療です。照射で痛みや熱さを感じることはありません。眼病巣だけを集中的に叩き、周りの正常組織へのダメージ・副作用を最小限に抑えることができます。従来の放射線治療が効きにくい難治性のがんや複雑な場所にあるため手術が困難ながんにも治療の可能性が広がります。重粒子線は他の放射線に比べがん細胞を殺傷する能力が高く、1回の照射で得られる治療効果が大きくなります。そのため治療回数・日数が少なく、仕事や日常生活を続けながら外来での治療も可能となりました。最先端の技術を取り入れた当センターでは、年間で治療室1室あたり最大600人、3室で合計1800人の患者様の治療が可能です。大阪重粒子線センターは大阪から日本全国、そして世界に向けてがんを克服する治療を目指してまいります。